完備。我が家のためにあるみたいなバスですかね、これ。あ、上手。待って。オッケー。はい、いらっしゃいいらっしゃい。今日は枕崎だよ。枕崎。あ、いい匂いしてる。うん、いい匂いしてる、温泉の。さらにめっちゃ楽しみよね。飲み込みたくない。長崎カステラではいはい。ケーキを作りたいと思います。めっちゃ突風が吹いてますけど。聞こえますか？すごい雨ですよね。開けてくれた。これ触っていいんかな？で、母ちゃんや。わかりました。遅い。船旅もいいじゃないですか。長崎カステラではいはい。ケーキを作りたいと思います。これを使ってます。豆乳ホイップ。バーッと。買いました。急ぎます。取れました。もう一つ後の押すつもりやったけど。まあなんか船旅もいいじゃないですか。勝手に島やと思ったマップさんめっちゃ街ですね。びっくりしたなんかね。勝手なイメージですけど、やっぱり島なんで予想みたいな感じかなと思ってたんですけど、全然違いますね。空港もあるし。で、母ちゃんや。わかりました。あれやろ。わからんと行きそうになったわ。白鷺温泉。どうでした？ちょっと俺鼻出てない。大丈夫？汗がわかる。わあ、パパの街だよ。ここの街か。じゃあいただきましょうか。はいこの後にね、急遽温泉に行こうかなと。この近くに3分ぐらいって言ってたか多分な。3分ぐらいのところに温泉があるみたいなんで、車でね。車でね、行きたいなと思って、でそこがですね、9時半最終受付かな。でまあ9時前ぐらいには、はい、行きたいなと思ってるんで、今8時前なんでちょっと急ぎで食べようかなと思います。もう本当は温泉ね、お昼間に行ったところでって思ってたんですけどね、ちょっと体冷えてんな。風がな。そうなんで景色はめっちゃ綺麗だったんですけど、絶景なんです。風がめちゃくちゃ強くってちょっと体が冷えちゃいましたからお風呂入りたいなと思ってます。今日のメニューは今日は、はいいらっしゃいいらっしゃいで買ったタイと、タイとはい、でこれは
味、小味。この南蛮漬け美味しすぎて家内が用意してくれてる間に私ねちょっと食べ過ぎちゃって本当はねこれもうちょっとあったんですよ。ほとんどスカスカになってしまう。ね、美味しいね。でおぼろ豆腐ね。おぼろ豆腐ですね。はい、ね、であとこのねふりかけを買ったんですよ。これは学校のとこ宮地岳宮地岳こけしじゃないかかしやろ宮地岳かかしの砂糖かなはいそうです。そこでね、はい、家内の面白動画もあったと思うんですけど面面白くな白くないかなちょっとねもうちょっとこうしたらよかったなって思うことあったんですけど、とりあえずやってみましたで買ったねふりかけ、これサバのねふりかけで何も添加物入ってないねんなこれね。いや初めて、ね、サバのかつお節、ね、かつお節みたいな感じだよねなんか雰囲気はね。なんかこれちょっと楽しみにしてるんですけど、サバ節か。はい、でねあとはもうこの辺のちょっとどん兵衛とかね好きやからね。はい食べさせてもらおうと思います。はい、じゃあご飯ね。はい。お湯もいったね。はい、いい感じ美味です。しそう。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。塩。いただきます。はい。じゃあこれで食べてみます。塩。美味しいわ。めっちゃ濃いね。これ美味しいな。美味しい。これほんまに美味しいぞ。ちょっとふりかけねかけてみたいんですけど。ちょっとこれですね。もう手で失礼して、よいしょ。よいしょ。ちょっとドバッとこんな感じでいただきたいと思います。どんなんやろ、ちょっと食べてみよう。めっちゃ美味しいなこれサバ。めっちゃ美味しくない？まあかつお節だな。かつお節というかそれをサバでやったって感じだな。美味しいわ。これにかけたらいいんじゃん豆腐に。いやこれもさここ豆腐サラダにもあるし。ちょっとオイルかけたいわ。このままでいいな。なんかオイルかけたケーキみたい。そんな感じそんなでも。右です。母ちゃん、はい、じゃあ温泉着きました、はい、名前はね、スパなんかねハイカラなんだはい、行ってきますなんかそんな感じでした。はい、また後でちゃんと紹介します温泉行きましょう。ちょっと冷えましたね体ね、冷えてきました。風が強いから南国みたいでも。南国ってそれ高知県の高知県の南国好きやよね。なんでか知らんけどね、すごい好きやね。なんかいつもなんか話に南国出てくるな高知県。なんか行ったことないんですよね。行ってみたい。行ったことないんですけど、高速で通った時に高知県のところで南国っていうインターチェンジだったかな。でそしたらやっぱりその名前が南国って言ったらなんかやっぱトロピカルなイメージを持ったみたいで、そこからもう何か言ったら南国ずっと言ってみたい、はい、また今度行ってみたいと思います。こんなところですね。すごーい。お風呂どうでした？
気持ちよかった。ちょっとねぬるかったです。サウナ入ったああ、んで。自分もサウナ入ったちょっとねぬるかったですね。まあぬるいのが好きな方はちょうどいいと思いますけど、私たち熱めが好きでちょっと体が冷えてたのでぬるいなと思ってこのままじゃね風邪ひくと思ってサウナ入りました。普段入れへん変に汗かいて景色はね多分綺麗だと思います。まあ夜だったので全く見えなかったんですけど、すごい絶景やねんな、ここはね。お写真ではね、絶景の露天風呂があると思いますので、お昼間だったらねまた違う楽しみ方ができたんじゃないかなと思います。じゃあ凪のところに帰ります。あ、そうそう、ケーキ食べないと。これ父さんの頭そっくり。これこれ俺こんな感じ。これそっくり。これわさわさいっぱい生えてて、これ後ろから見たらこんな感じ。これもうちょっと長いけど、これそっくり。こんな感じなんや。ちょっと顔つけたらこれこれ前から見た感じだいぶわさおなんですね自分のことはわからないものですね。ちょっと大きすぎたな。そうね、こちらはちょっとちっちゃい。ちょっとちっちゃくてよかったね。よし、これぐらいやったね。コーヒーできました。ありがとうございます。じゃあ母ちゃん、はい。ケーキいはい。ただきましょう。これニャンのケーキもあるの？何の経験もあります。ヨーグルトとヨーグルト、ちょっとフードを中に詰めて、あと鶏と。みんなで暴飲暴食やな少量のいちごです。じゃあいただきましょう。ニャンもいただきましょう。いただきます。お疲れさん。いや走ったね。よかったね、なぎ。ただいまの時刻は10時9分です。ね、これはね、家内が朝手作りをしてくれたケーキですね。ね、これはニャンのケーキです。ケーキです。ヨーグルトとかが入ってます。肩がないですね。はい。じゃあいただきましょう。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。よし。
で今私たちがいる道の駅は上天草サンパールっていう道の駅ですね。ここはね教えていただいてね、で本当は海沿いの方の公園がいいよって言っていただいたんですけど、ちょっとね風が凄まじいんで潮がね結構上がってきちゃってたんでこっちの道の駅の方で今夜は休ませていただいてます。このケーキはね家でも作ってもらってて大好物なんですよ。大好物ってちょっと言わずかしいこのケーキはね食べ慣れてるんですよそれもちょっとおかしいこれはねベースに長崎カステラを敷いてくれてます。長崎行ってきましたよでその上にね豆乳の生クリームを塗ってくれてます。このいちごと甘夏はこれは雲仙で買ったのかな。そうですね。なんか今日の夜のご飯の食材もほとんどここで買ったものばっかり、ここでか来る時に買ったものばっかりからね、そうですね。なかなかこういうのいいよね。いやでもちょっとフルーツ結構お安い感じがしました。フルーツお安いでだいぶ安かったよね。だいぶ安かってなんかいちごちょっといちごは4個ぐらい買ってた。ほんまやな。いちごはちょっといちご調子乗って帰りすぎてしまったでももう結構食べたんじゃない？もう食べましたね。全部？あと1パック弱。弱。なぜか途中でつまみ食いをしているから。あ、そうか。よいしょ。ちょっと疲れたか、母ちゃん。疲れたか。なんで。なんか老眼鏡かけてるおじいさんみたいな感じ。今日はねこのカメラの位置をちょっとね工夫してみました。私の目線の高さに今カメラが設置されているんですけど、でもこれはね外から恥ずかしくて見せられないから想像だけしてください。ちょっと頬骨が痛い感じですかね。どんな付け方してんの？おでこじゃないんや。そう、ちょっと新しいかな。よいしょ。今回あれやね、サブバッテリー調子いい感じせえへんか。いい感じする。全然減らない感じがする。そうよね。やっぱり寒い時の減り方ってなんかちょっと違う。朝起きたら食ってもた減ってたりして。今5月の中旬ですけどね、やっぱ気温が暖かくなってきてるので、サブバッテリーのね減りがねそんな減らないですね。で増えるのも早いよね。晴れてたっていうのもあると思いますけど。そう、昨日は雨だったんですけど、今日も250ワットぐらい入ってたかな、ソーラーで。なのでクーラーを使っても、外気温がねそんな高くないんで、クーラーもそんなガン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 回るわけじゃないんで、250ワットぐらいだったら同じぐらいか、室内がね冷えればソーラーで入ってくるワット数の方が大きかったのであまり減らなかったですね。今回の旅はね順調にサブバッテリーが減らずにね使えてる感じがしますね。ただいまの時刻は12時20分です。ちょっとね遅くなりましたね。2回目ねお風呂に行ったんでその分遅くなっちゃいましたね。明日はですね阿蘇の方に行こうかなと思ってます。天気はねいいんじゃないかなと思うんで、阿蘇の方に行ってね絶景を見たいなと思ってます。はい、じゃあ今夜はもう寝たいと思います。おやすみなさい。
母ちゃん、はい。絶景ですね。すごいね、波の音聞きながら。こんな感じで、すごいいい景色の中で朝食を作ってもらってます。で、母ちゃん何か新しいアイテムがあるんですか？新しいアイテムというか、ちょっとなんか気になったものがあって、これ初めて使ってみようかなと思って。これはどういうものなんですか？これはなんか生卵をここに入れて、ああ、電子レンジでチンでゆであ卵です。はいはいはい、ゆで卵ゆで卵って目玉焼き？きやな。ああ、そうやな。その卵を割って入れるってことやな。卵割って入れます。あはは、なるほど。へえ。朝食にぴったしかな。で、これは全くやったことがない。これはね、やったことがないんですよ。ないねはい、ちょっと。でね、今ね、炊飯器を使ってお米を炊いてるんですけど、今回ですね、ポータブル電源を2つ持ってきてたから、お米をそっちから取ればよかったんですけど、今はもう消費電力27、今やったらもういけるかな。ほんなら、さっきはもっと電気を消費してたんですけど、そしたら、電子レンジがね、回ったり回らなかったりしたんで、ポータブルからね、炊飯器はつなげばよかったなと思って、そしたらずっとね、効率よく全部が動いたんですけど、ちょっとね、ミスりました。炊飯器のスイッチ入れちゃったら、もう途中で止められないんで、今このままお米が炊けるのを待ってから、電子レンジの調理を始めていきたいと思います。母ちゃん、はい。爆発しましたか？なんかパフって言ったね。うん気のせいかな。ちょっと開けてみます。一応500ワットで1分なんですけど、爆発してる。ちょっと爆発してるけど、でもなんかできてるっちゃできてるっぽい。お水少なかったのかな、小さじ1杯かな、測れるようになってるから、お水ここに入れて、分かった。卵今爪楊枝でしたんだけど、フォークとかのもうちょっと大きいので穴開けた方が良かったっぽい。そういうことか。ほんなら爪楊枝の反対側で穴開けたらいい。そうだね。こっちの方がいいってことね。なるほど。それはじゃあ2個目それでやってみましょう。2個目それでやってみましょう。よいしょ。逆にしようか。潰れへんかな、いけるかな。ねえ。案外いけるんだね。案外いける。これぐらいしたら大丈夫かな。まあ爆発せえへんかったら合ってるってことやろ。そうだね。今度から。そうだね。500ワット。やっぱり母ちゃん爆発してるみたいな音。爆発というかあれだわ、お水入れてるから、お水がこうグツ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 っていう。卵がボンボン言ってる感じがするけど。なんか音的には怖いね。もう1分ぐらいかな。ちょっと開けてみましょうか。ちょっと黄身が崩れたから。まあでも別になんか見た目ちょっと悪いけど、目玉焼きっちゅう目玉焼きだけど目玉がないって感じかな。ちょっと今崩れたけど、でも結構黄身自体はちゃんと火通ってるっぽいね。いいんじゃないですか。早い。これはレンジですか？これもね、見せますんで、これで一緒にもう入れちゃいます。湯煎するってこと？湯煎じゃなくて蒸し、はい、このまま。もう蓋閉まったんですよ。入れます。で、電子レンジで、よいしょ。パックはレンジがいけるんだ。レンジがいけるやつなるです。ほど。そういうのだったら便利やね。便利ですね。昨日のところが
蒸し器使うと本当に手軽にもうブロッコリーも袋に入れてチンってしただけこれもできてでるの？多分火取ってると思う。あ、普通にブロッコリーの茹でたやつや。結構茹でても時間かかったりするんだけど、これレンジで？これ蒸し器でしたらめっちゃ上手にできるねこれ。早くに、めっ食ちゃ美味しい。べれるのでね。うわ、たくさん野菜買ったからもうどんどんレンジで。うまいな。いい香りしてる。幻の鮭味。ソーラーパネルは120ワット発電を4枚積んでるんですけど、今はね322ワット発電してますね。かなり発電してくれてますね。この 61%、 これね、さっき電子レンジを使ってた時も 60% ぐらいだったと思うんですよね。だから 1% 増えてるんで、このソーラーがねしっかりと入ってきてくれてるんで、このパーセントがね落ちなくてね助かりますね。豪華な朝ごはんになりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。全部チンだけどね。すごいな。でも新緑ってあんまりそんなの知らなかったな。ねえ。ちょっとやっぱ風がずっと吹いてるから寒いね。ちょっと多すぎたね。姉ちゃんも散歩してご飯食べたらまた眠たくなる。そうやな、眠たいな。今はですね、道の駅の隣にある海の、公園かな、公園駐車場の方に移動してきました。でここでね朝食をいただこうと思います。でただいまの時刻は8時52分ですね。これは朝です。夜ではありません、朝です。じゃあいただきましょう。これは昨日干物屋さんで買った鮭のバジルレモン焼きです。これねレンジで調理してもらいました。チンですね。なんかやっぱり魚ってね焼くと匂いが出るんでちょっとハードル高いような気がしますね、やっぱりね。まだなんかなかなかそうね、手を出せないね。肉とね肉思いっきり焼くとかできるんでね。レンジでできるといいね。おいしい。美味しいね。うめえ。うまいなこれ。すごいねロケーションですね。本当にこんな感じですね。ご飯食べながらこんなロケーション。これね。最高です。潮の香りがしてすごくいいです。本当にいいな。ね母ちゃん、じゃあ物産館見に行きましょうか。結構賑わってますよね。すごいなんか、さっきまで車全然いなかったよね。でまあ日曜日だからね。でね、天気はね今日晴れだと思ったんですけどちょっとね曇ってますね。じゃあ見に行ってきます。ね、あ、めっちゃなんか並んでる。キスでかっ。これは安いな。これでちょっと天ぷらや。美味しそう。鱗がすぐ取れちゃうね。ボンゴめちゃめち
ちゃでかい。これでかいな。我が家はやっぱりこれぐらいですかね。ケケスは無理でした。ケス今値段ね聞いてみたらめっちゃ高かったよね。一匹も買えなかったまあこれで十分ですね。十分ですよ。はい。いいらっしゃいいらっしゃい。らっしゃいいらっしゃい。今日は大安売りだよ。大安売り。はい。品数少ないですね今日。いやだけどね、鮮度が違うから。鮮度が違う。はい。うんうん、ほらあなたの好きなお刺身、ね、タイがいっぱい。真ん中は酢漬けですね。これはね小肌の酢漬けです。美味しいね。美味しそう。美味しそう。でこれがですねこの横のコロッケなんですけど、これね隣のね女性の方がカゴにねどんどん入れていくんですよ。でね横にいたおじさんが「それ美味しいの?」って聞いたら「美味しいですよ」って言って、でそのおじさんもめっちゃ入れてってな。もしかして桜かな。でなんかそれで家内がその女性の方に聞いたんですよ。それって美味しいんですかって言ったら美味しいよって言われて、で買ったんですよね。あんまりこういうの買えへんでな、フライ系みたいなね。そう揚げ物は買わないんですけど、揚げ物ってあんま買わないんですけど、ジョロッケキョロッケちょっとねやられちゃった感がありますけどね。まあ今晩ね食べてみて、なんかやったら入れたんですよ本当に。バッタバタ入れていくんで、こんな美味しいんかなとかって思ったんですけどね。まあ騙されたかもしれませんけど、楽しみにしたいと思います。これは今日の夜ご飯ですね。もう出来上がりましたね。はい、もう出来上がりました。あとご飯炊けばいいですね。はい、じゃあ出発しましょうか。はい、やんちゃんお座り。よいしょ。今日も安全運転でレッツラーゴー。ねんちゃんゴーゴー。ねんちゃんせーのゴー。なんや僕向こう行くわよ。逃げられた。逃げられたね。はい、じゃあ出発しましょう。じゃあ出発しましょうか。今からですね南阿蘇の阿蘇坊の里に向かおうと思います。まあその前にねもう温泉に行こうかなと思ってるんですけどね、ちょっとなんか体が寒いわ。なんだろう、海風が強いからですかね。なんかすごいね寒いなーっていう感じですね。今日は5月の13日とかかな。11ですね。今日はね5月の11日なんですけど、寒いですね。なんか寒いな。結構歩いてる方もね上着を着てる方が多いですね。ここはね。着てるっていうのもあるけどね。風がなんせ強いね。阿蘇もねあまり天気は良くなさそうなんですけど、今日はとりあえず阿蘇に行って、90キロぐらいあるんですけども、そこへ行ってもう温泉に入ってでゆっくりしようかなと思ってます。阿蘇のね景色の中でね。で阿蘇坊の里にはドッグラン。そう本当にね、最初行った時にびっくりしてね。びっくりするぐらいの大きなドッグランがあるんで。無料ドッグランでこんなにも楽しそうにしてるナギ見たらねちっちゃかったね。そこでねナギとゆっくり。ナギねちょっとあんまりねこの旅でねあんまり構ってないんでねこんなことになってるんですね今ね。ちょっとねにゃんちゃんなちょっとな少しナギとの時間を多く取りたいなと思います。なので阿蘇坊の里へ行けばめちゃくちゃ遊べると思うんでナギといっぱい遊びたいと思います。じゃあまず温泉の方に向かいます。じゃあ行ってきます。
ばいな。わーすごい。これじゃない？あ、ここだ。これやわ。すごいとこにあるんやな。あ、これか。へえ。ただいま混雑しており、順番お待ちして。かっちゃん、はい。樽玉温泉にはい着きました。樽玉温泉になってますか？樽玉温泉だったと思います。知らんけど。合ってると思います。かなりね登ってきましたね。で雨がね結構しとしと降ってますよね。まあ山の森の中っていう感じなんでいい香りがしてますね。でここはね硫黄の匂いがすごいですね。すごい。もう古時刻みたいな感じですよね。確かに。なんか湯煙っていうんですかねがすごく出てて、いい雰囲気ですね。めっちゃなんか森の匂いがいい匂いする。じゃあ温泉楽しみたいと思います。まあちょっと混んでるかなと思いますけどね。まあ日曜日なんで仕方ないですね。はい。じゃあちょっと今度ギュウギュウになりながら入っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。これがちょっと古時刻みたいですね。母ちゃんやることあるんじゃないですか、あの中で。こういう。終わりが汚いな。あ、すごいですね、これね。すごい。なんか北海道でね。やりましたね、それ。で出てきた花たらしのっていうありました。言わんでええわ。言わんでええか。でこれが虫そうなんや。ですね。あ、これ蒸さしてくれるの？そうだね。ああ、こういうことをして、これを開ける。あ、入ってない。入ってない。入ってないね。入ってない。それ温泉？これは蒸したものを冷やすんだって。冷たい水か。そうでしたか。熱くなったら冷たいやった。なるほど。あ、貸し切り温泉もあるねんな。へえ。玉カフェ。樽玉温泉やな。合ってますね。かっちゃん、はい。お風呂。どうでした？めちゃめちゃ気持ちよかった。良かったですね。すごく露天風呂もね個数が分かれてて大きくはないんですけど、すごくね居心地が良かったですね。内風呂は大きかったね。内風呂大きかったです。お湯はすごい匂いするっていうわけではなかった。なんかここすごいここすごいんですよ。これここはねこんな感じなんですけど。でもね硫黄の匂いがすごくするお風呂っていう感じではなかったね。なんか癖がすごいあるっていう、すごい癖があるかなと思ったんですけどね。まあそんなに癖がなくて入りやすいお風呂でしたね。温度も新しかった。新しい新しいですね。すごい。ただねちょっとねお風呂まで行くのにそう坂道がね膝がね私はあんま良くないんで結構きつかったですね。膝の悪い方、腰の悪い方は気をつけてください。まあおしゃれなところでした。おしゃれなとこでした。はい。じゃあ凪のところに帰りまーす。のさようなら。あれうまくでかいな。もっとねガスが来るかなと思ったんですけどダメでしたね。じゃあ凪のところに行きます。ただいまいっぱい置いてるよ、ほら。にゃんちゃん、ただいま。ただいまにゃん。にゃん、ただいま。にゃんちゃん、にゃんちゃん。にゃんちゃん、ただいま。ペイ山系、山から山へ。今日何だったっけ。忘れちゃった。頭大丈夫？山から山へ。ちゃん、熱でちょっとおかしになってしまった。またな。忘れちゃった野口なんちゃらさんで書いてたもんね。あ、そうなんだ。あれやねんな、なんか熊本地震の影響で立て直しはってんな。
そうそれで5年ぐらいかかったって書いてたんだ5年かかってね。だから新しいね新しいね。いろいろ大変よく立て直してくれました本当。まあないろいろ大変、そんなの知らんとおしゃれやな、綺麗やなばっかり言ってて本当に。そういうことやってるね。